どうもこんにちは、4号ハウスのひげこいです。今回もご視聴いただきありがとうございます。今日はご提供いただいたレンズの紹介なんですが、セブンアーティサンズ 50mmF0.95 のこの大口径レンズについてご紹介していきたいと思います。ご提供いただきありがとうございます。まずはじめに使ってみた感想ですが、すごいなと感じたところが2つあって、それはこのレンズの質感とお値段が27,000円なんですけど、とても安くてすごく驚きました。写りはというふうに思われるかもしれませんが、写りも普通に全然いいと思うんですけど、僕自身子供を撮っていることが多いので、正直性能を発揮しきれていない部分もあるかなと思うので、一番驚いたのはやっぱり質感とお値段っていう感じです。で写りも全然すごくいいんですけどね、今ポートレートとかに向いているレンズかなと思うんですよね。この動画を見ていただいている方で、この 50mmF0.95 でポートレートを撮りたいなと思っている方は、もしかしたらちょっとこの僕の動画は参考にならない部分の方が多いかもしれないんですけど、僕の視点としては子供を撮る時にこの 50mm のレンズ F0.95 っていうのが必要かどうか、使いやすいかどうか、どうやって撮るのかっていう、その辺についてちょっと紹介していきたいなと思います。でそういった細かいお話もしようかなとは思うんですけど、ここからはレンズの詳細についてお話しして共有できたらなと思います。それでは行ってみましょう。まずこのレンズの質感や見た目なんですが、開けた瞬間かなり驚きましたね。金属製で質感がかなり良くて結構かっこいいんですよね。27,000円ぐらいなんですけど、めちゃめちゃいいと思います。レンズキャップも金属製で結構これの質感もいい感じです。はめ心地はそんなめちゃくちゃいいわけじゃなくて、引っかかりは若干あるんですけど、しっかり収まってはめた時はいい感じですね。これが箱なんですけど、箱も結構いいんですよね。僕はちょっと最初見た時中国っぽいなって、日本のレンズっぽくないなっていう風な印象は受けたんですけど、僕の妻は結構箱にもすごい好印象だったようで、これ見た瞬間かっこいいねって言ってました。次はサイズ感なんですけど、意外とコンパクトです。 F0.95 だったらもっとこの後傾レンズの部分が結構大きくなるのかなと思っていたんですけど、予想より全然コンパクトで驚きました。オートフォーカスじゃないからかもしれませんが、それでも意外と持てるサイズ感でびっくりしています。両手でもう隠れるぐらいのサイズ感ですね。で重量はそこそこあって 452g。 これをつけて公園で遊ぶ時は結構重たいかなとは思うんですけど、思ったよりは重くなかったですね。もう全然持ち運べないぐらいの重さではないかなという風な印象です。このレンズは XE4 につけて公園で遊んでたんですけど、全然意外とそこまで大きくなくて見た目も悪くないかなと思います。結構かっこいいんじゃないですかね、この組み合わせ。 XT4 でも全然合うことは合うんですけど、でかいプラス口径が大きいで結構ごつく見えますね。こうなるともうめちゃくちゃごついカメラを持って歩いているような感じがあるので、若干圧迫感はあるかな。このレンズを持ってカフェとか入ることはまず僕はないと思うんですけど、これを持ってお店とかに入ったとしたら結構目立つかなと思います。もっとでかいズームレンズとか持ってお店入ったりする方もいらっしゃるとは思うんですけど、僕はもうちょっと小さいレンズの方が好きかなっていう感じは正直ありますね。でもかっこいいな。結構見た目いいっすよね。このレンズのホールド感なんですけど、ホールド感は結構意外とっていうのが結構多いんですけど、 F0.95 って言ったらもう本当にめっちゃ大きいと思ってたんですよね、僕。しかも 50mm なので、このレンズとのマウント接合部が結構くぼんでて、持ちやすいんですよね。意外と握りやすくて、持ち運びの時こうやって片手でしっかりホールドして持ち運ぶことはできるかなと思います。ここが持ちやすいからといって、ピントを合わせる時って左手でフォーカスリングをこうやって操作しないといけないので、結局ホールドする時はこっちの右手が大事で、このくぼんでいるところを持ているわけではないので、撮る時にホールド感がいいかっていうとそうではないんですけどね。ただブラブラ片手で持ちながら歩くのは全然苦ではないというか、意外と持ちやすいなと思いました。操作性はピント合わせは結構難しいかなと思います。
やっぱり F0.95 なんで被写界深度が激浅ですね。めちゃくちゃ浅くてピント面も薄いので、子供が動いている状態で撮影をするっていうのは結構難しいかなと思います。フォーカスリングのこのトルク感なんですけど、ちょっと硬めですね。だからじわじわゆっくりと合わせないといけないっていうのも、微調整しないといけないっていうのもあると思うんで、だからまあそれで硬くなってるのかなとも思うんですけど、これがカール・ツァイスのレンズなんですけど、こちらかなりスムーズですね。スルスルーとなって、かなりこっちの方がまあ高いレンズかなっていうのは正直ありますね。でこっちはちょっと硬めで、ちょっと場所によってはスーッと音がしたりするんで、このレンズが安物とは言いませんけど、まあ、値段なりの部分ももしかしたらあるのかもしれないなと、そこはちょっと感じました。あと絞り感なんですけど、絞りリング、ここはクリック感がない感じで、こうスル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 フォーカスリングと同じような感じで動くタイプのもので、一眼動画を撮る方にとっては結構使いやすい仕様なのかなと思います。比較としてですけど、カクカクするタイプは一個一個ちゃんとメモリごとに止まるっていうのが、まあこれがよくあるタイプですね。でセブンアルティサンズのものは結構多分全部こうくる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 とクリック感のないものだと思います。この仕様に関しては多分好みが分かれるところではあるんですけど、個人の意見を言うとクリック感のあるタイプの方が好きです。気になる写りなんですけど、やっぱり開放で撮るとすごいレンズなんだなと思いました。絞るとキレも増しますし、ピントも合わせやすくなることはまあ間違いないんですけど、やっぱりどうしても開放から F1.4 とかを使いがちですね。まあこういう明るいレンズっていうのを使える機会もあんまりないので、0.95 っていうのは使いがちだと思うんですけど、ピントは難しいです。でF0.95 って初めて使ったんですけど、ほぼ正面に立っているように見えても、こう正面の人を撮っていてもちょっとこう傾いて、被写体がほんのちょっと斜めに向いているだけでも 0.95 で撮ると右目と左目がピントが違うみたいな、そんな感じになるレベルで撮りづらいです。なのでやっぱり絞った方が写真としては成立するかもしれないんですけど、どうしても F0.95 で撮っちゃったんですよね。ただまあそれもそれで楽しかったんですけど、帰ってきて写真を見返すと全然ピントが合ってなくて、結構ショックでしたね。ショックというか、まあ分かってたことですけど、その日はちょっと失敗写真ばっかりだったなというふうに思いました。ピントがあった時は F0.95 でも結構綺麗に映るんですけど、髪とかがフワ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 なったりするので、そこは難しいところですけど、印象的な写真を撮るには結構面白いのかなと思うんですけど、それを受け入れられる人と受け入れられない人は絶対いると思うので、まあ絞って撮ったら無難かなと思います。あと特徴的なところが、開放で撮った時に特にゴーストがすごく出ますね。で緑が濃いめの虹色に見えるようなゴーストなんですけど、こういう写真の端っこに斜めにガーッと出るんですけど、これが丸く出た時はまだいいんですけど、なんかちょっと直線的に出る時があるんですよね。体とかにシャーッとゴーストが出た時はちょっとなんかあんまり気持ちよくない写真になってしまうんで、これだけはちょっと注意した方がいいかなと思います。それの回避方法っていうのは一応あるんですけど、一つはフードをつけること、あとは、開放で撮らないこと、ちょっと絞って F1.4 とかそれぐらいにすると多分出ないと思うんで、実際何枚かやってみましたけどやっぱり出なかったんで、その辺は注意すれば大丈夫だと思います。あともう一つは光ですね。光が直接レンズに入り込まないようにすると、逆光で撮った時とか特に出たりしたので、その辺ちょっと注意したら多分回避できるかなと思います。全然簡単に抑えられることなんで、注意しながら撮ればいいかなという風な感じです。あとは最短撮影距離なんですけど、どこまで寄れるか、被写体とどれだけ寄れるかっていう距離なんですけど、これが45センチぐらいですね。これ全然45センチじゃないですけど、45センチは寄れます。マニュアルフォーカスのレンズって僕はさっきも紹介しましたこの M マウントとかで使うレンズなんですけど、マウントアダプターをここにかましてこうつけるタイプなんですけど、富士ではそういう使い方をしてまして、でその場合は、こういうレンズってゾナーの場合だったらこれ 0.9 って書いてるんで、
90センチですね。90センチ離れてこう撮らないと撮れないレンズなんですけど、これはマニュアルフォーカスのレンズで、M マウントとかと比べるのはちょっと違うんですけど、で45センチまで寄れるっていうのは結構なメリットだと思います。これを45センチギリギリまで寄って撮るとしたら F 値を 4.0 とか 5.6 ぐらいまで絞っても全然ボケるんですよね。だからちょっと使い方としては面白くないと感じる方もいらっしゃるかもしれないんですけど、撮りやすくなりますし 5.6 でも全然。次は試し撮りをしている時のリアルな感想なんですけど、このレンズは2回持ち出したんですけど、1回目は子供2人と僕と3人でこのレンズを持って遊んだんですけど、そういうシーンではやっぱり持ち出すべきではないかなと思いました。僕はこんなにカメラバカでも一応子供と一緒に遊びながら撮るっていうのを大切にしているつもりなので、このレンズを持ち出してしまうと遊ぶか撮るか一択しかできないかなっていう風なレンズかなと思いました。普段から見ていただいている方からするとマニュアルフォーカスのカメラとか使ってるじゃんって思われるかもしれないんですけど、その中でも群を抜いて難しいなと思いました。このレンズよりもフィルムカメラの20像合致式のカメラで合わせる方が簡単ですし、マニュアルフォーカスでもこっちのゾナーで合わす方が簡単だったりしますので、やっぱりその辺を考えても結構難しいレンズだなと、個人的には思いました。全然合わせられるよっていう方ももちろんいらっしゃると思うんですけど、僕の技術、僕の目では結構難しいと思っています。あともう一日は妻と息子と遊んだ時なんですけど、その時は結構撮らせてもらったんですよね。僕一人じゃなかったので甘えさせてもらって、前半は結構遊んだんですけど、その後半はバシバシ撮りまくってこのレンズを使って結構撮ったんですけど、撮ってるのは楽しいんですけど、これに集中してしまうんですよね、やっぱり。なので撮るだけなら全然楽しいんですけど、それが果たして家族と遊んでいるって言えるのかとか、その辺を考えてしまって、あんまり外で持ち出すのは難しいのかなとちょっと思って、やっぱりこのレンズはポートレート用かなと、提供していただいてて言い切ってしまうのもちょっと心苦しいんですけど、家族向けではないのはぶっちゃけ間違いないと思います。ポートレート興味なかったんですけど、撮ってみたいなっていう感情がちょっと湧いてくるレンズだなとは思いました。このレンズ自体かなり気に入ったんですよ。僕金額質感もあるんですけど、写り結構良くて、ずっと流している写真を見ていただいたら分かると思うんですけど、うまい下手は別として結構写りいいなと思うんですよね。でもやっぱりさっきから言ってますけど 0.95 を使うかどうかっていうと、僕はいらないかもしれないとは思っているので、セブンアーティサンズをまた買ってみたいなっていう気持ちもあるんですけど、僕が次もしセブンアーティサンズのレンズを買うとしたら、35mm のレンズがあるんですけど、それも 0.95 と F1.2 があって、僕だったら F1.2 を選ぶかなと思います。 F1.2 だったらこのレンズがズドンっていう感じで円柱みたいな感じの形ではなくて、どちらかというとこういう感じのレンズ、これミノルタのレンズなんですけど、こんな感じでシュッとしてて、こうレンズの先端に向かって細くなっていくような形になっているレンズで、しかもX マウント専用の APS-C レンズなんで、これは最短撮影距離 0.8 なんですけど、 35mm F1.2 だったらおそらくなんぼかな。セブンアーティサンズ 35mm F1.2 が卵2万7000円の最短撮影距離 0.35、35センチまで寄れるのでかなり寄れますね。これ45センチなので35センチまで寄れるっていうことはかなりスナップとかも楽しみやすいレンズかなと思うので、僕だったらしても 0.95 じゃなくて F1.2 を選ぶかなと思います。というか結構欲しいかもしれません。最後に余談なんですけど、今回の写真はクラシッククローム JPEG 取って出しの写真を Lightroom CC に取り込んで編集したんですけど、編集したプリセットというか編集データをLightroom 上に共有しているんで、そのデータのリンク先をコメント欄に貼り付けておくので、もしよかったら使ってみてください。ちょっと暖色系の色味に無理やり変えているので、全ての写真に合うかっていうとちょっとそういう感じではないかなと思うんですけど、このレンズで撮った写真がちょっとあっさりめに見えて、曇りの日だったかなと思うんですけど、ちょっとあんまり良くなかったんですよね。で2回目に撮った時は結構好みだったんですけど、1回目はあんまり好みじゃなかったので、それをちょっと無理やり編集して、いい感じにオールド感があるような編集に変えてみたんですけど、もしよかったら使ってみてください。プリセットっていうのはやっぱりどの写真に対しても適用できるわけではないのは間違いないので、
その辺はご了承いただいて、割り切って使っていただければいいなと思うんですけど、いらなかったら、無料なんで消去してしまって大丈夫なんで、リンク先もしよかったら見てみてください。ちなみにそのプリセットデータなんですけど、Lightroom CC でしか使えなくて、Lightroom Classic っていうクラウド上にアップするタイプじゃないやつ、昔からあるタイプ、それではちょっとこういう編集プリセットは使えないので、その辺だけは注意してください。というわけで今回はご提供いただきまして、セブンアルティサンズ 50mmF0.95 こちらのレンズをご紹介しました。チェックしてみてください。 Amazon で27,000円ぐらいだと思うので、シーンを選んだりはするレンズですけど、めちゃくちゃ面白いレンズなのは間違いありません。それでは今回もご視聴ありがとうございました。ではまた。